こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は全然いつもと違うことをしようと思います。はい。何が違うのというと、今日は私がですますを使わないで話します。そうそう。ですますは敬語ですね。敬語を使わないで今日は話すので、そう今までねいつも敬語で話してますね。そうそう YouTube のビデオの時、はい。ですが今日のビデオではちょっと使わないで、まるで私が友達と話しているみたいに話してみるので、皆さんね是非聞く練習として使ってほしいなと思います。はい。実際 JLPT のテストだともう N3 ぐらいから敬語を使わないですますを使わない日本人の自然な普通の会話というのがテストにも出てきますね。テストもそうだし、もちろん生活の中では日本人はね友達とか仲のいい人とか会社の中でもとても仲のいい人だったら敬語をあまり使わないということもあります。はい。ですので、ちょっとねその練習ということもあって皆さんに練習してほしいなと思って、聞く練習ね。で今日は敬語使わないで撮ってみようと思います。だけど私もこれ YouTube で敬語を使わないビデオは今まで一回も作ってないので初めてなんですね。だからねちょっとうまくいくかわからないし、皆さんぜひ今日聞いていい練習になったとかもっと聞きたいとかぜひそういう意見あったらメッセージください。はい。で、だけどね今日ね N3 ぐらいからの人でも聞いて少しでも分かってほしいなと思います。はい。なのでそんなに難しくないように話すし、私のイメージでは結構日本語が分かるようになってきた N3 はもうできて、アルバイトとかね例えば日本でしていて結構周りに日本語話してる人が多いで慣れた方がいい練習した方がいいっていう人と話している、それ以上ぐらいのレベルの人っていうイメージで話します。はい。だからそう聞きやすいと思うので、はい、聞いてください。ぜひ皆さんお友達みたいに聞いてください。でねじゃあ始めましょうかね。行きましょう。じゃあ行きます。はい。ちょっとねこの写真からまずちょっとびっくりなんだけど、これは実は見てこれなんかのアニメって思ったでしょ。そうそうなんだけどこれがびっくりで、実はこれ AI が作ってくれたものなのね。で、すごい可愛い女の子で、実は今日、何枚も十何枚か忘れたんだけど、たくさん AI が作ってくれたアニメの絵を見せます。見せますって言っちゃった。そう見せる。そう見せるね。でこれね本当にすごい本当にすぐ作ってくれた。日本のアニメをイメージして絵を描いてくださいってお願いしたらもうすぐ作ってくれて、でも本当にそうだなと思いましたって言っちゃった。また思った。本当にこういうアニメありそうって思って。でも今日見せるのは全部AI が作ってくれた、実際にはないアニメの絵。そうなのでちょっと信じないでね、これ何のアニメどれ知りたい見たいとか思わないでくださいね。思わないでくださいってまだくださいって言っちゃいましたね。そう敬語そうでこれもすごい可愛いなと思ったんだけど、本当にありそうだねこういうアニメね。でも面白いのは AI に日本のアニメを描いてってお願いすると大体女の子の服が着物を着てる女の子が多くて、
男の人は着物じゃなくて、これとかもね、なんか本当にありそうなアニメのこういう顔見たことあるんだけど、私着物ではない着物だけではなかった。着物みたいなのを着てるのもあったけど、それだけじゃなかった。で大体男の人は大体こういう風にね、なんか戦ってる絵が多い。バトルだね。でこれも女の子だけどやっぱり着物着てる。であとは桜だよね。やっぱり日本というと桜なのかなって。やっぱり AI が作ってくれたからやっぱりそうなのかなってやっぱり思った。でも日本人の私が見てもこの絵は全然変な感じはしない。本当にこういうアニメ今ありますって言われたら、ああそうなんだ、知らなかったって思うだけで、ちょっと本当によくできてるなって思っちゃうよね。ね、皆さんはどうかな。日本のアニメっていうとなんかこういうのが好きとかきっとあるでしょ。よく私も学生さんに聞くと、もうセーラームーンが好きだったとか、セーラームーンって知ってるかな。女の子が戦う漫画。そうでアニメになってテレビでも放送してて、でその人の国でもその外国でも放送されてた、テレビで見られたみたいで、子供の時見てましたとか、ドラえもんはもちろんだけど、あとはクレヨンしんちゃんだね。韓国とかで、あとはベトナムとかでも人気あるね。であとは今見てるようなすごく戦うバトルだね。これは侍をイメージしてるのかな。もちろん AI が作ってくれたんだけど、そうこういう風に刀だよね。これはね、刀を持って戦うっていうようなものも確かに日本のアニメは多い。最近も多い。例えば最近だと「鬼滅の刃」っていうものとか、そうね、いろいろあるけどね。でちょっと今は先に皆さんにこの AI がすごいねっていうのをちょっと一緒に見て、あーって共感してほしかったのね。わあすごいって思ってほしくて、この絵も本当なんか素敵なんか本当にありそう、こういうアニメが。この今の絵もねすごいよね。でね、なんというかなんでこんなに日本のアニメって日本だけじゃなくて外国でこんなに人気あるのかっていうの、やっぱりね、子供の時はよく分からなかったけど、大人になってやっぱり感じるのは、日本のアニメってただ見ていて面白い、わー強いとか、わーかわいいとかというものではないよね、大体ね。特に最近のアニメは本当に話が複雑で、みんなが知ってるのだとなんだろうね、ワンピースはもう本当に世界中でもう知らない人いないんじゃないっていうぐらいワンピース、もうワンピース2ピース3ピースみたいになってね、もう冗談ですけどね、それは。ワンピースもだし、ナルトもすっごい人気みたいなね。あとはちょっと昔の人だと、今これ皆さんね見てもらってるみたいに、ちょっとこれドラゴンボールみたいな絵じゃないって私は思ったんだけど、でも AI が作ってくれた。これはでも多分ドラゴンボールとも多分違うんだけど、ちょっと似てる感じがする。そう、ドラゴンボールもドラゴンボールね、ドラゴンボール、発音が違うと思うんだけど、多分ね英語だと、日本語だとドラゴンボールと言いますね。あれも、やっぱり人気だし、私も外国行った時にドラゴンボールの話で外国の人とすごく仲良くなったこともあるし知ってる、悟空とか魔人ブーとか言って、ブーでしょブーとか言って、何の話か分かんない人いるよね今聞いててね。キャラクターなのね、
ドラゴンボールに出てくるキャラクターの話で、すごい知ってる知ってるって言って、すごいもうほとんど初めて会ったのにもうすごい友達みたいになったことがある。だからそう本当アニメありがとうって思うんだけど、そうそう、それはいいとして、でも最近のアニメって本当にただ戦う、どっちが強い、俺が強いんだとか、お前を倒すボンボンボンとか、それだけじゃなくて、こう人の心のことをすごく描くっていうのは、話の中にそういうどういう気持ちかっていうのを話の中に入れてみんなが分かるようにしてる。そうそうそう、それがすごい細かいよなって思うのね、日本の作品ってね。だから見ていて本当に私も最近のアニメは特に見てると泣いてしまうそう楽しい、楽しむために見ようって思ったはずなのに泣いてるって、私泣いてるよってね、結構本当にあるね、そういうのね。それも戦うアニメとかなのに、激しく相手を殺さなければいけないとか、ちょっと怖いでしょ、殺すなんて。でも殺さないと自分が殺されてしまうから戦わなければいけない、強くならなければいけない、トレーニングしなければいけないっていうようなもの、やっぱり最近もすごく多くて、だけど戦ってるだけじゃなくて、すごくなんで戦わなければいけないのかとか、家族を守るためだとか、友達を守るとか、なんかすごい深いんだよね、その戦う理由が。だから見ていて本当に感動するし、頑張れって本当に頑張れって思うし、で見終わった後もなかなかアニメのことが頭から離れない、忘れられなくてずっと考えてるっていうことが本当に多い。だからそれだけとても話が深いっていうんだけど、内容が深い、テーマが深いっていうものが最近は多いなっていうふうにすごい感じるね。多分そういう理由もあって外国の人たちにも日本のアニメがすごくいい、見たいっていうふうに思われるのかなっていうふうによく思う。だから皆さんも今日ねこれ YouTube 聞いてくださってる方もきっとね一回は絶対日本のアニメ見たことあるはずなんだよね。ほんとびっくりするくらい日本のアニメってテレビで放送してるみたいですね、みんなの国でね。だから見たことあると思うし、ただ面白いですねわーじゃなくて、なんか勇気をもらったり、なんか悔しくなったり、くそどうしてみたいなのとか、みんな多分思ったことあると思うのね。なんかね、ぜひね、だからどういう作品でそういう気持ちになったのかぜひね教えてもらえたら私も知りたいし、みんなこういうの見たんだとか、みんなもこういうことを思うんだなとか、知れるのですごい面白いなと思ってます。なのでぜひね皆さんコメント欲しいなと思うのでぜひぜひお願いします。はい。なので、今日は、こんな感じでお話ししてみたけれどね、多分そんなに聞いていて難しくはないはず。そして本当に何よりすごいのはこれ、今日の写真全部 AI が作ったということが本当にすごいなって私は思っている。なので皆さんにもぜひ見せたいなと思ってはい、YouTube にもしました。はい。ということで、なんで本当皆さんこれないからね、この写真のアニメは実際はないよ。AI が作ってくれた。そうだから探さないでね、このアニメ見たいと思わないで、ないからね。そうはい。ですので気をつけてお願いします。そういうコメントもいりません。はい、お願いします。
じゃあ、今日はこんな話をしたんだけど、ぜひ、また、ですます使わない、敬語を使わないビデオを作ってみたいなと、ちょっと私は思っているので、皆さんでも今日どう思ったっていうのをぜひ教えてください。待ってます。メッセージ待ってます。お願いします。で、あとは、JLPT 勉強してる人とか、その他日本語をしっかり勉強したい人、テストのためだけじゃなくて仕事のためとか、そういう人、ぜひ私のオンラインレッスンあります。使ってください。はい。ここにリンク書きました。だけど今日のコメント、皆さんが書いてくれるコメントの下のところね、下、今日のビデオの下のところに私このリンク書いてあります。オンラインレッスンって書いてあります。なのでそこからクラスのことを見てください。で、どんなクラスあると言ったら、例えば N2 の語彙の勉強ができるビデオレッスンだね、これはね。ビデオで練習、ビデオを見て勉強する。で、これは YouTube では見られません。なので、これは私のクラスに入らないと見られないので、ぜひテストのためだね。特に N2、JLPT N2 勉強してる人は特にこれは見た方がいいおすすめのビデオです。はい。語彙50個紹介したりしてますね。大事な50個ね。で、ビデオレッスンのいいところって、皆さんが時間がある時、いつでも何回でも見られる、っていうのがいいところだと私は思っています。繰り返して見られるし、オンラインレッスンで Zoom 使った授業、Zoom の授業、ライブ授業だと、今日は仕事ですとか、今日は遊びに行くから授業行かれないとか、あるでしょう、そういうこと。でも、ビデオレッスンは自分が時間ある時に、好きな時見られるから、すごい便利だと思います。だからこそ多分人気があるのかな。そういうことも理由の一つだと思います。ぜひ使ってください。これは読解です。読解も N2 と N1 の、勉強のビデオがあります。で、ここではどうやって読解の試験ね、合格できるか、やり方、ありますので、テクニックあるからそれ紹介してるビデオです。すっごい人気です、これね。皆さん早くこれ見て、テストの勉強に使ってください。おすすめです。そしてあとは、Zoom を使った授業もやってます。これはライブで私と話しながら授業します。顔を見ながらね。もう話しながらだから、それはまあ楽しいね。やっぱね。ですので、ぜひぜひ Zoom レッスン来てください。これビジネス日本語のクラス。そしてプライベートレッスンもあります。これは、JLPT のレベルで N5 から N1 レベルまで誰でも何でも私教えます。JLPT のリーディング、読解でも会話でも EJU でもその他何でも発音、プロナンシエーションとか、ビジネス日本語をプライベートレッスンでしてる人もいます。プライベートレッスンはあなた一人で私一人です。ビジネス日本語こっちの方はグループレッスンでしてます。だから皆さん友達ができます。ですのでぜひクラスね、楽しいですので来てください。では詳しくは私のオンラインレッスンのリンク、今日のコメントのところに書いてあります。そこから、オンラインレッスンのリンク、ホームページ見てください。ぜひぜひお待ちしてます。では今日のコメントをお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではまた聞いてください。ありがとうございました。